こんばんは、はるけです。今回は EA スポーツ FC24 の最新情報になります。昨日ですね、来作 EA スポーツ FC24 のですね、情報が出たので、少し紹介をしていきたいなと思います。自分が気になった部分だったりとかをこの動画では紹介をしていきながら、あとはですね、最新のゲームプレイのトレーラーっていうのも出たので、そちらを見ながらですね、ちょっと気になったところ、来作の最初ら辺はこういう風な、ゲームになるんちゃうかなという風な、ところも一緒に話していければなという風に思います。で、まずはですね、情報から、いきたいと思うんですけれども、こちらはですね、EA の公式のサイトになります。そこから抜粋をしてるんですけれども、すべての究極のチームはユニークですという風な、ところで、まずはですね、ここはですね、自分だけのクラブレジェンドを育成しましょうという、風なことが書かれています。で、向こうはなんかこういうような感じで数字が上がっていったり、あとは銀のカードから金のカードになったりとか、っていうような感じで、史上初めてアルティメットチームエボリューション、このエボリューションズっていうのはちょっとわかんないんですけど、一応こう UT を通じてクラブ内の選手を強化できるという、風なことが書かれています。で、ここ一連の目標を達成して個々のスキルだったりプレイスタイル全体的な評価、能力ですよね、を向上させて年間を通して競争力を維持しましょうというようなことに書いてあるんで、もしかすると来作はちょっとこう選手を強化できる、持ってる選手をなんかこう能力上げたりとか、っていうことがなんかできるみたいな、ことが書かれて、ますね。もしこれができるのであれば特殊カードの意味がなくなったりすると思うんですけど、実際どうなんか、これはちょっとなんか疑心暗鬼、自分の中ではほんまなんかなっていう風に思うんですけれども、一応こういう風なことが書かれていて、ちょっとなんやと。いう風に思いましたね。で、あとはですね、女子サッカーの追加ですね。今作から新しく女子サッカーが、UT アルティナチームに登場しますと、いう風なことで、これは1年間でこれまでに追加されたトップティア選手の最大の追加であり、6つの新しいリーグ、多分女子のサッカーリーグですね。と、あとはアルティメット11を作成する際の新しいチーム構築の機械の世界を導入しますという、風なこと。あとはですね、新しいアイコンとヒーローも、クラブに追加してというのが書いてあるんで、女子、女子サッカーのアイコン選手だったりヒーローの選手も登場をするという風なことが書かれて、います。こちらに関しては後で、また別の、記事を見ながら紹介をしていきたいと思います。ですね、あとはプレイスタイルですね、プレイスタイル。OVR を超えてという風なことが、書かれています。で、少しちょっと文字見にくいんですけれども、プレイスタイルはですね、アルティメットチームに全体的な評価を超えた全く新しいダイナミクスを導入し、選手に関する知識と彼らが実際にピッチでどのようにプレイするかに基づいてチームを編成できるようにしますと。いうふうなことが書かれてますね。で、プレイスタイルはそれを次のレベルに引き上げ、他のほとんどの人が持っていないピッチ上での、能力を選手に与えますというふうなことが書かれてるんで、これはおそらくケミストリースタイルみたいなことじゃなくって、もともと備わってる。ハーランドやったら多分何かのプレイスタイルを持ってて、それが特徴として、ピッチ上で表現できるみたいな、感じになります。だから能力とは別のところ、だからね、自分的にはなんか特性、今の今作でいう特性みたいなところをなんかよりフォーカスしたものがなんかプレイスタイルなんじゃないかなというふうには、思ってはいます。こちらも後でねですね、最新のトレーラー、ゲームプレイの映像でもちょっとそういうのが表現をされてるので、ちょっとなんか強いのかなという風にも感じつつ、これも新しい、要素として UT に入ってくるという風なことになりますね。で、続いてはですね、女子サッカー、先ほど紹介していた女子サッカーですね。ここについて紹介をしていきたいなと思います。こちらです。究極のチームの女性に関するよくある質問という、風なことで、UT での女子サッカーに関する質問に、記事では書かれて、いますね。で、男子サッカー選手と女子サッカー選手は同じピッチで競い合いますかという、ことなんですけど、はいと。
しっかりとはいと書かれてるので、まあ、皆さんも少し気になっているところ、女子サッカーと男子サッカーの融合というのが、おそらく来作では実現をする、という風なことになりますね。アルティメットチームでは全てのプレイヤーが同じピッチで競い合うという風なことになるので、例えばトップ下の女性の選手が ST のストライカーの男子サッカーの選手にパスをするみたいなことが、来作ではできるようになるという風なことになりそうですね。で、そして男子サッカー選手と女子サッカー選手がどのようにして究極のチーム全体に統合されるのでしょうかという、風なことなんですけれども、パックですね。パックに関しては男子サッカーの選手と女子サッカーの選手両方が出てくるという風なことに、なります。で、移籍市場でも同じような、感じです。おそらく価格も同じような、感じでまあ出てくる、ものになります。まあ普通にこう男子サッカー、女子サッカー別で分けるということもなく、もうすべて、まあ移籍指導、今のような感じでっていうような感じになりそうですね。で、目標に関しては、まあ両方が目標要件と目標報酬の対象になるというふうなことなんで、おそらくまあ目標も特に変わらず、今までやってきた男子サッカーの選手と同様な、形で女子サッカーの選手も、まあ、目標として登場をするというふうに思われますね。で、報酬に関しても、そうですね、まあ、先ほどパックから出るというふうなことも話はしたんで、報酬に両方含まれるというふうな、ことになります。で、SBC ですね。SBC に関しては、まあ、要件、国籍とかポジションとかリーグ、クラブとかっていうのを満たしている限り、すべての選手、まあ、男子、女子、含めてですね、すべての選手を SBC に登録することができると。いうふうなことになるので、まあ、例えば、男子、女子とかっていうのを分けることなく、例えば男子の、例えば、まあ、ここに書いてある、まあ、チェルシー。例えば、チェルシーの選手で、83の女性のサッカー選手がいたとして、男子にもチェルシーで83の選手がいるというようなことになった場合は、おそらく同じようなカードとして扱えるという、ことになりますね。女子だから SBC にはできないとかっていうことではないと。そういうふうなことがまあ書かれて、いるので、で、まあ、ドラフトでも、まあ、普通にもう全部出てくるっていうような感じになるんで、もう本当に今の、まあ、皆さんがやられてる FIFA のアルティメットチーム UT の中にそのまま女性の、選手、カードが、まあ、いろいろ入ってくるという風な、ことになるという風に思われます。で、先ほど少し触れたんですけど、女子サッカーの新たなアイコンやヒーローは現れるのでしょうかという質問に対しては、はい。まあ、そんな感じでヒーローの選手だったりアイコンの選手も、おそらく追加をされるという風なことになりますね。で、まあ、先ほどのケミソリに関しては、先ほど言った通りですね、もう同じような感じで扱われるという風な、ことが、もうここに、書かれてます。で、評価ですね。評価って、まあ、実際能力のことだと思います。能力はどのような感じですかという風なとこなんですけど、女子だからおそらくめっちゃ弱いカードがいっぱい出るとかっていうのは多分ないと思います。現実世界のピッチで対戦するプレイヤーと比較して評価されますという風な感じなんで、普通に例えば女子のサッカー選手も総合値89とか90とかっていう人もおそらくいるという風には思うので、まあその中でもう本当に普通に男子サッカーに混じって、能力もそこまでこうなんか、女子の方がめっちゃ低い選手が多いとかっていうことも、おそらくないのかなというふうに思うので、まあ今の、単純に今やってる、UT の中に女子のサッカー選手のカードがいっぱい入ってくるという風な形で思っていたらいいのかなと思います。まあ少なくとも自分はそういう風に昨日の、情報を見て思い、ました。で、最後にですね、最新の、トレーラー、ゲームプレイの映像を見ていきたいなというふうに思います。こちら最新版の、まあ、ゲームプレイの、トレーラーになりますね。まあ、まずは非常にやっぱりかっこいいと。まずはもう見入ってしまいましたね、昨日。トレーラー見て。
で、パスの部分。で、ちょっとここちょっと気にはなります。ハイパーモーション、ハーランドのこの動きのハイパーモーションっていうのを、強調を、するような、演出なんですけれども、その前のデブライネかな。デブライネ、これかな。これ多分挙動的にアウトカーブやと思うんですよ。アウトカーブ。ハーランドへのパスっていうのが、多分これアウトカーブになってると思うんですよ。これ、アウトカーブですよね、絶対。挙動的に。これ。アウトカーブやと思うんで、来作も、もちろんアウトカーブはあるし、今作同様にちょっと、引き続き、パス精度が上がるみたいな強いんちゃうかなっていう風に、ここで自分は思いましたね。で、ここですね。ここが、次は新スキルかな。おそらく新しい来作追加されるスキルとしてこのようなもの、このようなモーションっていうのが、このトレーラーでわかります。これおそらく新しいスキルです。新しい新スキル。で、続いても新スキル出てきます。これですね。このビニシウスのが新スキルに、なります。スキル何でね、5なのか4なのかとか、どれで出せるかどうかわからないんですけれども、一応これがおそらく新スキルに、なると思います。あとこれプレイスタイルっていうのも書いてますけど、ビニのドリブルっていうのが、一つビニの特徴でもあるんで、ここで少し強調されてる。で、このターンとかはスキルのコマンドなのかどうかわからない。ですけれども、一応こういう、モーションっていうのも、あるよと、いうふうなことですね。あとこれ、B のドリブルと。で、これクロスを上げて、一応ジョタとデイビスかな、スパーズの。が競ってヘディング勝ってるっていうシーンなんですけど、クロスがちょっと強いかもしれない。可能性はなきにしもかなというふうに、思います。ちょっとね、個人的な意見としては、トレーラーで出てくる、技とか、これクロスとかっていうのは、実際の作品でもちょっと強かったりするんですよね。現に、今作のゲームトレーラー、今作フィア23のね、トレーラーで、ヒールトゥロールトゥヒールトゥボールロール、新スキルあったと思うんですけど、あれは今の現状でもめっちゃ強かったですよね、今作通じて。なんで、ちょっとトレーラー出てくるものっていうのは、強い可能性はあると思うんで、先ほどの新スキル同様、このクロスっていうのも、ちょっと強いんちゃうかな。アタッカーの方が前に出やすくなってるとか、そういうのがもしかしたらあるかもしれないですね。で、キーパー、ドンちゃん。キーパーのそのセービングの動作というか、挙動も新しいのが追加されてるよというか、そういうところも、このトレーラーで見れますね。で、少し注目をしてほしいのがですね、ここですね。先ほど女子サッカー、男子サッカーという風な話、したんですけれども、ピッチ内でフィーゴと女子サッカーの選手が交代をするというシーンがこのトレーラーで、公開をされました。なんで、おそらくここからも見てわかる通り、UT ではですね、同じチームで男子サッカー、女子サッカーの融合っていうのが、できる、ものになるんじゃないかなと思います。なんで、要はベンチから女子サッカーの選手を交代して出すことができるという、風なことになるので、こうトレーラーでも実際表現をされている通り、おそらく男女混合の、チームっていうのも作れるのかなというふうに思います。交代してますよね。で、実際ピッチ内でっていう風なところです。で、ちょっとまた気になったところなんですけれども、この股抜きは、ちょっとわからないですよ。守備がなんか弱いとか、そんなんかもしれないですけど、ここですね、次、パスのところ。これ届かないかっていう。なんか届きそうだけどね。っていうのは思うんで、やっぱり、パスカットの部分って、今作ね、ずっとやってる方はわかると思うんですけど、読んでんのに取ってくれへんとかっていうのがあると思います。で、それも、自分の操作で読み切れてないとか、なんかコースに先に入りすぎてるとかっていうのはあるのかもしれないですけど、なんかそれは取ってくるみたいなシーン多分皆さん思い当たると思うんですよ。だからパスカッ
トの、なんかこう、しやすさっていうのが、個人的にはちょっと上がっては欲しいんですよね。ですけど、このトレーラー見る限り、まあ、足出してるけど、取れへんかなってちょっと思ったんですよ、この映像で見ると。結構近いんちゃうみたいな。足とボールの距離が。だから、なんか来作もパスカットできそうやけど、できひんみたいなことが、まあ、起こり得る可能性が、ちょっとこの一瞬を見て、ちょっと感じました。ちょっと感じました。で、これダイレクトでボール振らするとか出してると思うんですよね。で、これは今作でも強かった3人目の動きだと思うんですよ。3人目の動きでダイレクトでパス出してるっていう。で、トラップしてシュートっていうことになってるんで、まあおそらく、もしかすると、3人目の動きっていうのも、来作も引き続き、強いのかもしれないですね。ダイレクトで、まあボールを蹴ってもいいところに行ってるので、まあこのトレーラーを見る限り。なのでそこもちょっと強い可能性は、なきにしもかなと思います。キーパー安心セーブ。で、最後にここですね。ハーランドが抜け出して、シュートを打って決めるというシーンが、最後に、まあ出てくるんですけれども、ちょっと戻りましょうか。ここですね。これハーランドが、まあダイヤーですね。エリック・ダイヤー。ダイヤーに関してはそこまでフィジカルめっちゃ弱いっていう選手ではないんですけど、スピードが遅いんで、その中で、まあ、ハーランドのフィジカルも相まって、スピードで先に前に行かれてっていうシーンなんですけど、おそらく、ハーランドが、まあ、来作のカバー選手っていう風なことだったりとか、まあ、このトレーラーでの球際で先に触ってるというシーンを見る限り、今作同様、ちょっと、またですね、でかくて速い、フィジカルがある選手が強いんじゃないかなという風に思います。この球際の部分が非常に強くなってる。なんかここはそこまでなんか変わらへんのかな、今作とっていう風に思っちゃいましたね。もう完全に球際で勝って、前に出てって、先触ってって言ってますから、まあ、ハーランドがおそらく強いというのは、そこまで変わらないでしょうし、この球際の部分では。で、同じようなタイプの選手っていうのも、そこまでなんか今作とは変わらず、強いのかなっていうのは思います。それこそケインとかね、ペースが速くなったら。っていうのを、まあ自分はこのトレーラーを見て、いろいろ感じ、ましたね。まあ実際どうなんかという風なところではあるんですけれども、一応この最新の、ゲームプレイのトレーラーを、見て、まあ感じたことをですね、まあちょっと映像止めながらですけれども、まあ紹介をさせていただきました。まあ先ほどの情報と、同じような形で、まあ実際この、ね、こういう風なゲームになるかなっていう風な予想が、まあ当たってるかどうか、っていうのはですね、実際開幕をしてからの、まあ、お楽しみに、なるんですけれども、まあ、皆さんはどう感じたでしょうか。まあ、ぜひちょっとコメントで、教えていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。